ウェイより反地球連邦政府組織マフティーの主力モビルスーツメッサー F1 型。今回は改造パーツや全塗装に頼らない製作をしていきます。キットの優秀な成型色を活かしながら簡単なディテールアップ、ポイントを絞った筆塗り、レザリングで重厚感をさらに引き出していきます。初めての方でも挑戦しやすく満足度の高い仕上げ方を紹介しますので、ぜひ最後までお楽しみください。どうも、マシコユプラモチャンネルのマシコユです。今回はハイグレードメッサー F1 型を製作していきます。手に取った瞬間に伝わる圧倒的なボリューム感。ランナーを確認すると一つ一つのパーツが非常に大きいですね。パーツをどんどん切り出して一旦組み立てます。仮組みしてみるとそのサイズ感に改めて驚かされますね。144分の1スケールとは思えない大きさはこの世代のモビルスーツならではの魅力です。ただパーツの面が広い分そのままだと少しのっぺりとして情報量が足りなく感じる箇所もあります。逆に言えばこの大きなパーツはディテールを盛り込める最高のキャンバスということ。今回は失敗しにくく効果的に情報量を高める工作を施していきます。まずは腕の合わせ目処理から。接着剤での合わせ目消しは変色してしまう可能性があるので段落ちモールドにしてしまいます。木下げで溝を広げたら筋彫り工具で 0.15mm に幅を調整。これで合わせ目の加工が完了です。続けて各所の彫り直しをしておきます。パーツの境界線に沿って溝を深く彫ることで別パーツが重なっているような立体感を強調できます。さらに浅くなっている丸モールドもドリルなどで彫り直しておきます。つい勢い余って貫通させてしまいましたが、皆さんがやるときは軽く跡がつく程度でも十分です。次はディテールアップをしていきます。まずは1ミリくらいの穴を開けてディテールを増やしていきます。さらに開けた穴の縁を軽く面取りするとただ穴を開けただけじゃない見た目になって精密感が増します。さらにもう少しディテールアップをしていきます。金属ヤスリの幅をガイドにして少しずつ面を増やすイメージで削ります。大胆な加工ではありませんが、こうした小さな積み重ねが最終的に全体の見た目に大きく影響してきます。次は普段は捨ててしまうランナーをディテールアップパーツとして活用していきます。まずはこのショルダーアーマー。このディテールが少なくてちょっと寂しく感じる部分にボルトのようなディテールを追加します。バランスを見ながらドリルで穴を開けます。いきなり太いドリルを使わず細いものから段階的に 3mm まで広げていくのが失敗しないコツです。ここで使うのはパーツを切り出した後に余ったランナーの一部を切り出してオリジナルのディテールパーツを作ります。断面を整えデザインナイフで当たりをつけたら筋彫り工具で彫り込んでいきます。これだけでボルト形状の完成です。先ほど開けた穴に差し込み裏から接着して余剰分をカット。成型色を生かす製作でも色付きのランナーを使えば塗装なしでも密度を引き上げることができる非常にコスパのいい方法です。同じ手法で機体の命ともいえる物合いをアップデートしていきます。まずは付属のシールを一度貼り位置を確認。その中心を狙ってガイドの穴を開けておきます。ドリルで徐々に広げて 2.5mm の穴開け。物合いには他のキットの余りから拝借したクリアピンクのランナーを使います。先端をヤスリでドーム状に削り1万番のヤスリまで使い磨き上げます。取り付ける前に裏側にシルバーのマーカーを塗っておくのがポイント。これで光を効率よく反射してくれます。組み込んでみるとシールにはない奥行きと質感が生まれました。たまたまですが
使用したランナーがブラックライトに反応して発光する素材でした。物合いがぼんやり光る姿はメッサーと最高にマッチしますね。パーツ処理の最後に加工で荒れたところや引けが気になる広い面の表面処理をしていきます。これだけの巨大なパーツたちを全て手作業で削るのは骨が折れるので、時短アイテムのペンサンダーを投入します。目立つ装甲だけでもこの処理をしておくと完成品のクオリティが高まります。メッサーのように広い面が多い機体は特に効果的ですね。次は塗装ですが、太めのモールドなどポイントを絞って筆塗りしていきます。使う塗料は水性ホビーカラーのファントムグレー。隠蔽力が高く、乾燥後には程よく光沢が消えて筆ムラが目立ちにくくなるので、筆塗りにとてもおすすめの塗料です。シールでの黄色い色分け箇所はゴールドのマーカーを使って色分けします。はみ出したところは800番のヤスリで削り落とします。すると奥まった部分だけに色が残ります。最近のガンプラはパチ組みでも十分かっこよく仕上がりますが、さらにワンポイント色を入れるだけで精密感がぐっと増します。続いて水転写デカールを使って情報量をアップさせます。筋彫りを増やすのは失敗するリスクが高いですが、デカールなら貼るだけで精密感を演出できます。広い面を生かしつつ視線が止まる位置にアクセントとしてデカールを配置。かっこいいと思う作例のデカール位置を参考にうるさくならない程度に貼っていきます。デカールが乾いたら一度艶消しクリアで全体をコートして次の工程の準備をします。次は全体に重厚感を出すためにレザリングをしていきます。まずはレザリングカラーのグラウンドブラウンを使っていきます。つけすぎに気をつけながらパーツの縁やくぼんだところを塗っていきます。ある程度塗ったら専用の溶剤を筆に含ませて塗料をぼかしていきます。でも筆に含ませた塗料が濃すぎて思っていた以上に汚しすぎてしまいました。これでは過剰すぎるのでメラミンスポンジを使ってつきすぎた塗料を落としました。結果として全体的に成型色がワントーン落ちたことでイメージに近い重厚感のある色味になりました。他のパーツは一気に塗って一気に拭き取る形で作業を進めました。ただ関節部分など負荷がかかったパーツに大量に流れ込むとパーツが割れることがあるのでつけすぎに注意しましょう。最後にエナメル塗料のジャーマングレーやフラットシルバーを使い擦れてできた傷を表現していきます。筆に塗料がほとんど残らない状態にしてからパーツのエッジ部分をこすっていきます。不自然になってしまったりつけすぎてしまってもエナメル溶剤を含ませた綿棒でこすれば簡単に修正ができます。先に塗ったジャーマングレーの上にフラットシルバーを重ねることでシルバーがより引き立ち傷の断層があるような表現になります。レザリングはつい汚しすぎてしまいますが、ちょっと足りないかなと思うくらいで止めておくことも大切です。さらにスポンジを使って細かい傷を追加していきます。足元やシールドなどの傷つきやすいところと上半身や顔など傷がつきにくいところでメリハリをつけることでよりリアルな感じに仕上がります。さあこれで全ての工程が終了しました。完成したメッサーをご覧ください。
かがでしたでしょうか。大掛かりな全塗装や改造をしなくても素材を生かす工夫をすることでここまで重厚感のある姿に化けてくれます。この動画が皆さんの模型作りのちょっとしたヒントやインスピレーションになれば嬉しいです。ここが良かった、自分ならこうするといった感想や質問があればぜひコメント欄で教えてください。もし今回の動画が参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。